こんにちは、イルカです。軽トラキャンピングカーを作ろうシリーズ第3回目になります。ご覧いただきましてありがとうございます。今回はドアの作り方とか、この窓ですね、窓の作り方、それから面と面が合わさっているところのこのつなぎ目、どういうふうにするのか、コーキングの仕方、雨漏り対策、それからここの金具でですね、荷台とロープでつなぐんですけど、ロープで固定するんですが、この固定の仕方ですとか、最後にここまで全部作るのに、この箱だけですけどね、何がどれだけ必要でどんだけかかったのか、そういった外装の細かい内容を記録しました。実際作ろう思ってはる人しかあんまり興味のない内容かもしれませんけれども、できるだけ分かりやすく説明しておりますんで、ご参考までによろしかったらお付き合いください。シリーズ1回目で軽量化にこだわったスタイロサンドイッチ工法、これちっちゃいモデル作りましたが、ベニヤと塩ビシートでスタイロフォームをサンドイッチして、大事なことはシリコンシーリングを接着剤にしても完全に3つを全部完全に接着したということです。そうするとすごい丈夫になるんですね。これどついても全然割れへんし、頭突きしてもね、これ端っこだけで支えて乗っかっても完全に体重かけてますけどね、全然乗っかっても割れへん。ベニヤにしてもスタイロフォームにしてもこの塩ビシートにしても全部単独やったら弱いもんですね。3枚重ねたとしても接着してなかったらこれ割れると思いますね、乗ったりしたら。そうやけどここ全部完全に接着してあるとこれがこんな丈夫になる。しかも軽い。これは使えるやろ思って作り方の概要をシリーズ1回目で説明したんですけども、これ全部こうやって作ったんですけど、さすがにほんまにどうもないんかちょっと不安になりまして、シリーズ2回目でテスト走行しまして、山道やら高速やらいろいろ行きまして、それからずっと積みっぱなしでかれこれ300キロほど走ってるんですけれども、全然どうもなくて、例えば視聴者の皆さんがスタイロサンドイッチ工法を再現されてもそれは自己責任前提ではあるんですけれども、とんでもないことにはならへんと思いますし、接着さえちゃんとできてたら、接着は命なんですけれども、それさえできてたら再現されても大丈夫と思いますんで、もっとね、窓やらドアやらどうなってんのか、どうやって作ったのかちゃんと説明させていただきたいと思います。これはアングルを貼る前のバンク部分の右前の下の角です。3面が合わさっているいわゆる出墨ですけれども、組み立てた後各面の端の枠のところに長さ65ミリのビスを無数に打って、15センチ間隔くらいですけども、面と面をがっちり留めています。ボンドは使っていません。ともかくビスを打ちまくりました。その後、この面が合わさっているところの隙間とネジの頭隠すためにアングルを貼ります。アングルの作り方や貼り方は後ほど説明します。窓の作り方です。これは横の窓ですが、開口部は約90センチ ×50 センチの大きさです。画面左側が後ろですが、後ろに引いてほぼ全部開けられるようにします。これは開口部の周りに幅3センチの塩ビシートを両面テープで貼っているところです。厚さ5ミリの塩ビ板を窓ガラスの代わりにしますが、それを壁の面から1ミリ浮かせるためです。ずっと後ろの方にも5ミリ厚の塩ビ板を引けるようにするので、この塩ビシートを貼ります。開口部の後ろの辺には貼らないです。下のサッシを貼ります。まず3ミリ厚で15ミリ幅のアルミのフラットバーを両面テープで貼ります。さらにその上に全く同じ3ミリ厚15ミリ幅のアルミのフラットバーを貼ります。これで厚みが合計6ミリになります。さらにその上に3ミリ厚幅30ミリのフラットバーを貼ります。これで5ミリ厚の塩ビ板をはめ込むレールというか溝ができるわけです。溝の幅は6ミリなので、塩ビ板の厚みよりも1ミリ多いので、それが遊びになります。
もちろんこれ仮止めなんで、窓周りに枠としてあらかじめ埋め込んである木材に下穴を開けた上でステンレスのタッピングビスできちんと留めます。この時点でガラスの代わりに塩ビ板がうまく滑るか確認します。塩ビ板は開口部より縦横とも 2.5 センチ大きく切ってあります。アクリルカッターで傷をつけて割って切りましたが、アクリル板より粘りがあって割れにくかったので裏表から傷をつけました。上のサッシも同様に取り付けて、最後に前のサッシも取り付けます。塩ビ板の保護用の紙を剥がしてはめ込んでみました。うまくいっていると思います。この後上のサッシの上の面と前のサッシの前の面を変成シリコンでコーキングして防水しました。下のレールの下は水が抜ける方が良いので防水していません。これは右側の窓です。窓に内側から鍵がかかるようにします。木材を短く切り、これをつまみにしてネジを手で回せるようにして、そのネジで窓の塩ビ板を固定する仕組みです。窓の塩ビ板を完全に閉めた状態でネジを締めて塩ビ板に印をつけます。塩ビ板を外して印がついているところに穴を開けます。木ネジの先を少し切って長さを合わせます。3、4回回せば鍵を開閉できるようになりました。窓枠の後ろのところに隙間ができるので、そこにモヘアの隙間テープを貼った塩ビのアングルを貼っています。虫やちょっとした雨が入ってくるのを防ぐためです。結構激しい雨でもここから雨水が入ってくることはないです。しかし後方からの吹きぶりやホースで後ろから水をかけたりすると水が入ってくると思います。雨の日にキャンピングシェルを乗せて移動するときなど、前方向からの吹きぶりは前にサッシがあるので大丈夫だと思います。ホースで前方から水をかけたときは漏れませんでした。これはバンクの下の前の面の窓ですが、アルミのフラットバーは使わず、窓もサッシも全部塩ビ板で作りました。実際はこれを先にやりました。しかし細長く塩ビ板を切るのが非常に手間なので、メインの窓はアルミのフラットバーでやりました。ドアの取り付けです。普通は開口部と同じ大きさの枠を内側に作って、その枠に戸当たりをつけると思いますが、もっと簡単にやろうと思って、開口部よりも上下左右1センチ内側に出るように3センチ角の角材でドアの枠自体を小さく作って、戸当たりと兼用にしました。ただしドアが当たるところにモヘアのテープを貼るので、テープの厚みの分少し後ろに譲るために 2.4 ミリのベニヤを2センチ幅で貼っています。内側から撮影しています。開口部の周りにはあらかじめ木材が埋め込んであるので、その木材にドアの枠を留めています。開口部の下は雨が降ると水がかかると思うので、とりあえずアルミテープを貼りました。他の辺には貼っていません。戸当たりにモヘアのテープを貼ります。ドアに長板を取り付けます。長板は掘り込んで開口部との隙間をなくすのが王道ですが、そういう丁寧なことはしないで、そのまま貼り付けるだけです。だいたいドアは開口部より縦横それぞれ1センチ小さく作ってあってゴソゴソにはまります。だからきっちりやってもしょうがないというか、きっちりやろうとしても結局ドアが当たって失敗した経験が山ほどあるので、鼻からやっていません。自分の実力としてはもうゴソゴソに作ってモヘアでごまかす程度だと思っています。ドアの吊り込みをします。これは結構難易度が高いです。まず少しだけ開けた状態で高さを合わせます。次に同じ高さをキープしたままでドアを90度開いて、その状態でもう一人にドアを持ってもらって長板を固定します。ドアを閉めてもどこにも当たらないか確認します。私の過去の経験ではこの工程は相当慎重にやらないと失敗します。私だけかもしれませんが難しい印象を持っています。今回は珍しく一発でうまくいきました。ぴったりや。鍵を取り付けます。
シリンダーの穴を 20mm のボアビットで開けます。軽く少しずつ開けます。貫通寸前で反対側に当て木をすればささくれないできれいに開きます。面付け本締まりというものです。鍵部分が内側の表面に全部露出しているタイプです。シリンダーのカバーを木で打ち付けてはめ込みます。錠自体を木ネジで固定します。もちろんこの辺りにはドアの中に木が埋め込んであります。枠に缶抜きが収まるようにストライク金具を取り付けます。ストライク金具の位置は慎重に決めないと結構シビアです。外側にちょっとした取っ手をつけました。内側にはマグネットキャッチをつけています。上の方には雨よけのひさしをつけています。ひさしは塩ビの接着剤で簡単に取り付けられます。取り付けた後、上の方は変成シリコンでコーキングしました。固定の仕方を説明します。これは左前の壁面ですけれども、キャンピングシェルを荷台に固定するための金具をつけています。ビスは 5×30mm のステンレスタッピングビス4本です。下地の木材に留めています。同じ金具アイプレートというそうですけれども、前後左右4箇所に取り付けました。荷台に固定します。3メートルほどのロープを4本用意しますね。後ろの煽りは外しています。横の煽りのフックを使います。左前のとこですが、ここにロープをかけてみます。まずもやい結び、数字の6、先を下から通す。親紐にかけて U ターン、元の穴に U ターン、そこを持って親紐で引き締める。これがもやい結び。フックにかけて反対の端をアイプレートに通します。右手でヘアピン作って、左手は1回目、2回目は飛び越えて絡める。左手1回左にひねって真ん中から親紐を出す。右手はヘアピンを固定する。出してきた親紐をフックにかけて引き締める。親紐が上になるように輪っかを作ってフックに留める。ヘアピンを作って裏から通す。下の方を左にひねってフックにかけて引き締めると。余ったロープは、この辺ぐるぐる巻きにしておけば良いのではないかと思います。こういうふうに前は斜め後ろに引いて、後ろは斜め前に引いて、シェル全体が前後に移動しないようにしています。これ下から引いてもいいんですが、下から引っ張った場合、この斜めの角度がね、ここだったら特に斜めの角度がだいぶ緩になってしまうんで、上の方のフックを使いました。これロープで留める方がですね、ワイヤーとターンバックルとかでガチガチに固めるよりも、こういうある程度干渉性を持たした方が、このプレートですね、アイプレートっていうんですけれども、このプレートの耐荷重それほど大したことないんで、ある程度干渉性を持たせるって言いますかね、緩い縛り方の方がこのプレート自体が壊れにくいんではないかと思います。走行テストから2週間以上経ちますけれども、ずっと街乗りでも使っています。雨の日でも中に荷物が積めますんでね、結構便利です。でずっと亀裂がないかとかめくれがないか、そういうのを観察しているんですが、特に問題はありません。もし走行中にね、これが取れて外れそうになってきたりしたら、あるいは外れてしまったら、車にロープは常備しておいて、もうシェル全体にロープをかけて縛るということで対応しようと思っています。アングルについて説明します。
アングルは塩ビシートの端材で作ります。作業台の上に3センチ角の木材を1ミリの隙間を空けて打ち付けておきます。その隙間に適当な長さの塩ビシートを幅6センチに切って挟みます。折り曲げるところをヒートガンで柔らかくなるまで加熱して、木材で体重をかけて当てて折り曲げます。早く冷ますために当てる木材の面を変えるといいです。3面が合わさる角のところにはデスミ用のアングルを作ります。アングルの真ん中あたりに切れ込みを入れます。10個のデスミを作らないといけないので、45度の定規のようなものを作って線を引いて切っています。これを木材で挟んで曲げるところをヒートガンで熱します。自然に曲がるくらい熱したら木材をあてがって冷まして固めます。アングルは相当大量に作らないといけないです。全体で25メートルほどになります。アルミのアングルでやると結構高くつくと思います。塩ビシートは木材をトラックに積む時の角当てにも使いましたが、粘り強くて割れにくいので十分アングルに使えるし、塩ビ用の液体の接着剤で貼り付ければ一体化して強く貼り付くので強度も十分あると思います。このアングル作るのに手間はかかりましたけれども、私はアルミのアングルより良いと思います。塩ビ用の液体の接着剤で貼り付ける方が強いと思いますが、この時点でまだ作り直ししたりするかもしれへんと思ってたんで、両面テープで貼ることにしてます。これは左後ろの上のデスミですけれども、このようにして貼り付けました。同じように全てのデスミに貼って、他のところは全部アングルを貼って、面の接合部分の隙間やネジの頭を隠します。これはもう完成した状態ですけど、アングルを貼った後は低モジュラスの変成シリコンで端っこや継ぎ目をコーキングしました。低モジュラスというのはゴムみたいによく伸びるということです。塩ビシートも継ぎ目をきっちりくっつけるんちゅうことで、4、5ミリ隙間を空けて貼って、そこに低モジュラスの変成シリコンをコーキングして目地にしました。塩ビシートは気温によって伸び縮みします。夏の昼と冬の朝では40度ほども温度差があるんで、きっちり合わせるとかえって亀裂やら剥がれる原因になるんで、わざと隙間開けて貼って目地作ってます。これから秋冬と気温が下がっていって全体縮んでいくと思いますけど、亀裂やら入らへんかよく見ていこうと思います。外に出した直後にかなり激しい雨が長時間降って雨漏りしました。原因は屋根のコーキングでした。他のところと同じようにアングルの端にコーキングしているだけだったのですが、これでは不十分でした。このように内側に1センチほどの間隔を空けて細い塩ビシートを貼って、そこを目地にして変成シリコンを充填しました。これで雨漏りはなくなりました。最後に費用なんですけれども、11万6351円です。スタイロフォームサブロク15枚使ってます。ベニヤ塩ビシートも同じくらいの枚数使ってますね。それからシリコンシーラント、これ60本以上、4、5本余ってますけどね、60本ぐらいいりますね。スタイロフォーム1枚あたり、表裏で4本の計算ですね。いっぺんにこんな容器シリコンシーラントを買うたん初めてですけども、5ミリぐらいの太さで出して、それを10センチぐらいの網目状にこう塗っていったんですけれども、ようけ使いました。そうやけどこれは減らせませんね。もし再現される方いらっしゃいましたら、これが接着剤になるんで、これを少なく済ませるのは私はまずいと思います。ともかくね、この面を丈夫に作ろう思ったら接着力が命なんですね。そやからサンドイッチのマヨネーズにあたるシリコンシーラント、これはたっぷり惜しげもなく使うしかないのかなと思います。それから意外にこれ高かったのはこの窓ですね。窓、向こうもあるし、それから前もあるんですけども、この5ミリ厚の塩ビ板サブロクの大きさですけれども8500円しました。アクリルの方がこれ透明で良かっ
ったんで、アクリルの方がちょっと高かったんですけど、無理して買うた方が良かったような気が今更ですけどしてますね。これちょっと透明感あんまりあらへんんでね、アクリルよりは安かったしちょっと割れにくいっていう印象を持ってたんでこれにしたんですけれども、透明感がちょっとありませんね。正直もうちょっと透明の方がいいですね。以前屋根付き自転車作った時1ミリの塩ビシートでやって、それは1ミリやったらね全然透明やったんですよ。それで武蔵に行ってこれ5ミリの塩ビ板買いに行った時にこれなんか保護用の紙貼ってありますよね。保護用の紙なんか剥がすのもねちょっと悪いと思ったんでそのままこうって持って帰ってきたんですけど、なんかめくったらあれちょっと透明違うやんけという感じで、もうそうやけどもうええわ思ってやったんですけども、もしだんだん嫌になってきたらアクリルに変えるかもしれません。予算に余裕がある方は最初からアクリルとかですね、あとポリカの方がねもっといいと思いますね。ポリカにされるのが良いと思います。それとこれ11万6,000円、これね実際この箱だけの値段ですね。これ作るのにはもっとお金かかりますね。実際この、ロープとかね最初から持ってたもんとか、それから単管関係ですね。単管も収穫かごとか台に使ってましたけど、そして工具、電動工具で最低限必要なのは電動ドライバーぐらいのもんだとは思うんですけれども、そういった工具とかも全然勘定に入れてません。実際ご自分がお持ちのものにもよりますけれども、もうちょっとお金はかかるということですね。11万6,000円の明細は説明文に書いておきます。どうなんでしょうかね。これ高いか安いか、これからどれだけ楽しく活用できるかにかかっていると思います。これからまだ内装やら電気関係やらまだやることはいろいろありまして、まだまだお金かかるとは思うんですけれども、できるだけ節約しながらしかも実用的にいろんなとこ行って車中泊できるようなそういうものを作っていきたいと思います。なかなか進みませんけど、今後もまたずっとキャンピングカーはやっていこうと思いますんで、長い目で見てやっていただけましたらありがたいです。よろしくお願いします。今日も最後までお付き合いありがとうございました。それではこの辺で失礼します。